マギットチャンネル。どうもこんにちは。このチャンネルでは配信や動画編集に役立つ情報を発信しています。今後も動画を投稿していきますので、見逃さないようにチャンネル登録をしておいてください。今回はプレイステーションリモートを使ってパソコンとプレステでクロスプレイをしながらボイチャをする方法について紹介したいと思います。前回の動画でも簡単に紹介しましたが、インストールや使い方について詳しく解説していきたいと思います。ということで、ボイチャのやり方について悩んでいる方はぜひ最後まで見ていってください。それではプレイステーションリモートについて簡単に紹介したいと思います。プレイステーションリモートはパソコンからプレイステーションにリモートアクセスするためのアプリです。本来の用途はプレイステーションが近くになくてもパソコンからリモートで接続してパソコン上からプレイステーションのゲームを遊ぶことができるようになるためのアプリです。例えばプレステがリビングにあって家族がテレビを見ていてゲームができないといった場合に、別の部屋のパソコンからリモートでプレステのゲームを遊ぶといった使い方が基本となります。で、このプレイステーションリモートはゲームを遊べるだけではなくてボイチャもできてしまうので、とても便利なアプリになっています。ということで今回はこのボイチャを活用する方法について紹介していきたいと思います。それではプレイステーションリモートのダウンロードを行っていきます。こちらのサイトにアクセスしてください。概要欄に URL を載せておきます。では早速やっていきます。まずは最初にこのダウンロードをしてください。今回は Windows PC にインストールしていく方法について紹介していきますので、こちらの Windows PC を押してください。はい。で、こちらの方をよく読んでいただいて、読み終えたらこちらにチェックを入れてください。そしたらダウンロードを押します。はい。ダウンロードができたらこういった exe ファイルが出てくると思いますので、こちらをダブルクリックしてください。はい。で、こういった画面が出てくるので、画面に従ってどんどん進んでいってください。基本的には全て次へでいいと思います。はい。この画面まで来たらインストール完了です。はい。で、次に、インストールができたらデスクトップにこういったアイコンが出てきていると思いますので、これをダブルクリックしてください。そうするとこういった画面が出てくると思います。まず最初にサインインをする必要がありますので、こちらの方をクリックしてプレイステーションにサインインの方をしていってください。はい。メールアドレスの入力やパスワードの入力、それから、2段階認証が必要となりますが、そちらの方を入力できたら、この画面に来ると思います。画面に沿って、進めてください。はい。で、最初にですね、プレステ5かプレステ4どちらに接続するかというのを選ぶことになりますが、今回はプレステ5に接続するという方法にしたいと思います。で、実際にここから、プレイステーションの方にリモートアクセスすることになるんですが、1点注意点として、リモートアクセスする前提としてプレステ本体の方の電源が入っているか、またはリモート状態になっておく必要があります。プレステの電源がオフになっているとリモートアクセスできないので注意してください。はい。ということで、プレステの方を電源入れる、またはリモート状態であることを確認してから接続する先を選択してください。今回はプレステ5に接続します。はい。で、ここで、注意事項がさらに出てきますが、プレステ本体側の設定でリモートプレイの方を有効にしておかないと、このリモートプレイでアクセスすることができないです。リモートプレイができない場合はそちらの設定を見直してみてください。それでは進めていきます。 OK を押してください。そうするとアクセスをしていきます。はい。このようにうまくいけばこんな形でプレイステーションの画面が出てくると思います。こうなればアクセス成功です。はい。で、ここまでできたらボイチャをするのはもう簡単です。パソコンにプレイステーションの純正コントローラーを挿してください。そうするとこのようにプレイステーションの画面を
普段と同じように操作することができます。なのであとはいつものようにPlayStation Party を使ってボイチャをすれば OK です。で、ここで注意点なのが、このプレイステリモートの右下の方に、こういったマイクのボタンがあると思うんですが、デフォルトだと斜線が入っている状況です。これはマイクミュートの状態になるので、マウスの操作でこのミュート状態を排除しておく必要があります。ここだけ注意をしてください。はい、これでプレステユーザーとボイチャをする方法になります。はい、ここで、小技を少し紹介していきたいと思います。デフォルトだとプレステのホーム画面では音楽が流れていると思います。ボイチャをしている時にこの音楽が流れていると気になると思いますので、このホームサウンドの消し方を紹介していきます。まずは設定に行ってもらって、こちらサウンド、音声出力、ホーム画面のミュージック、これをオフにしてください。そうすると音が消えます。さらにこのサウンドエフェクトもオフにするとカーソルを動かした時の音も消すことができます。こちらは好みに合わせてオンオフを切り替えてみてください。次に2つ目の小技です。プレイステーションの純正コントローラーでパソコン用のゲームを遊んでいるとプレステリモート側も反応して操作がされてしまいます。そのため何も気にせず遊んでいるとプレイステーション側が意図しない操作を行ってしまうことになっちゃいます。気づいたら勝手にゲームを起動していたり、思いもやらない操作をしてしまって困ったことになる可能性があるので、ここは本当に注意点です。ホーム画面で放置するとこの現象が起きてしまうので、おすすめはどうなってもいいゲームを起動して放置しておくのがいいと思います。一人用のゲームなど他人に迷惑をかけることがないゲームを起動しておいて、それで放置するのがおすすめです。はい、ということでプレイステーションリモートを使ったボイチャのやり方についての紹介は以上となります。非常に便利なプレイステーションリモートなんですが、注意点があります。注意点はパソコンへの負荷がかかってしまうため、重いゲームをする場合は処理が不安定になる可能性があります。なのでパソコンの動作の状況を確認しながら使ってみてください。プレイステーションリモートを使えば手軽にプレステユーザーとも一緒にゲームを遊べるようになるので、ぜひ試してみてください。はい、ということで少しでも参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。もしわからないところや他にも知りたいことがありましたらコメント欄で教えてください。それでは今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバイ。